ここら辺にまつげをピンって出すとさらに現実だと多分こういう風に曲がってるんだけど、あまりこう やりすぎると。よろしくお願いします。毎度またディスコードアドバイスシリーズです。ひろいさんが来てます。どうもです。で、今回は私も初心者で書いてた時に正面で最初に書いてたんですけど、あんまり挑戦しなかったサイドビューですね。リサ・ウィズルさんがCan someone teach me improve my side drawing full body please? パッと見てどう思ってますか？15歳にしては結構いい雰囲気で書かれてらっしゃいますな。プロポーションはうまく書いてますね。ちなみにこれはカチューシャじゃなくて猫耳なんですか？それっぽいですね。なんか銃を握ってるっぽいんですけどあれはなんか野菜が下に置いてあるんですけど、もしかしたらこれはね包丁かな？いや銃なのかな？キュウリ？まあ野菜が入っていた箱に座っていて、これからランチの時間なのかな？結構上手に書いているんですけど、改造できそうなところはありますか？とりあえず実際にこういう箱に座って手を後ろについてみると分かると思うんですが、このポーズはきついと思うんですよ。そうだね。だからこの場合ちょっと大きめの箱に座らせて手を後ろね一緒についた方がいい雰囲気になるんじゃないかなと。あと足が中途半端なんで足を組ませるとか。そうですね。なんか今多分乗せること頑張っていたんだけど、もしかしたらうまくいけなくて足のポーズがこうなりました。じゃあ書いてもらえますか？はい、お願いします。じゃあ最初は箱の大きさを調整します。まあ腰はこんなとこかなって。そして服を考える前に足はどういう風に腰から伸ばすか考えて、そして足の上に行って奥に敵になってるんですけど、右肩見せても見せなくても大丈夫だと思うんですけど、今回は見えるようにまあ見せた方が硬くならないかなと。まあこんな感じで書けばいいんでしょうけど、やっぱり奥行きを出したいから。じゃあサイドビューでも少し角度をつける方がもっと立体感を出せますね。そうですね。まあほらこういう大きな耳があったとするとね、ここら辺につけることで奥行き出るじゃないですか。ここら辺つなげないで後で肌色でつないでおけばくどくならないから。線画の段階でもちゃんと後でどういう風に色とか影とかつけることを意識しながら線画描いた方がいいですね。本当にサイドビューでもこういう風にちょっとだけ角度をつけた方が立体感かなりいろんなところで立体感出せるし、そうですね。なんとなく他の人の絵を見てなんか同じサイドビュー描いたのに私の方が平らだなとか思ってる方なら、こういう風に服のところとか髪の描き方とかでちょっとだけ角度をつけたらサイドビューでも奥行きがある立体感が出せます。こういうサイドから書くときにアイレベルそんなに気にしなくてもそうですね。この場合はそして体が曲がっているので曲がっているところで服のシワの集まりでちゃんと足の上に服が乗っているようにシワ入れたら収まってる感じですね。でこういう風に足組んでる時に結構上にある足が変形されますね。もう肉がへこむから少し細めに。かなり絵描き経験がないと気づかないところですね。腕の太いキャラが腕を前組みする時も結構ね。スレンダーなキャラクターばっかり描いちゃうとどういう風に体が変形されることが
わからなくなるかな。太ってるキャラクター描きましょう。そうですね。上に組んでいる足がちょっと角度はついてますね。そうするともう少し足の上、スニーカーの上が見えてきますね。アイレベルはどこにあるかと聞かれたら、一応箱の上の面のところなんですかね。全体的にもうね、真横っていうことにしちゃってるんで、実際のカメラのレンズだったらそういう嘘はつきにくいんでしょうけど、アニメーションの場合はこれは背景は望遠でキャラは光学カメラで撮ったような絵も描けるわけじゃないですか。だから好きにいじっちゃっていいんですよ。なるほど。2D は最高。もう 3D はいりません。3D っていうか現実。でもリアルがないとね、参考にならないからね。じゃあリアルを見て 2D で理想を実現。テレビに見てこれは本当悪人の顔だなっていうのがあるじゃないですか。あれを超えられるようなものを描かないといけませんよね。いいディテールですね。猫耳とか犬耳とか少し毛を入れたら、実際結構犬猫はここにピーッと毛が生えてますからね。そうね。で他の動画でも言っているように、こういう紙の束を描くときにどれが上に重なってるか、ちょっと意識した方がそれっぽく描けますね。気持ちよさそう。後ろから風が吹いてるように。なんですかね。で、私も結構難しく思ってるんですけど、サイドビューの目の描き方。こればっかりはそれぞれ好きな方に。こういう描き方よくアニメで見ているんですけど、こういう曲がり方、現実だと多分こういう風に曲がってるんだけど、よくアニメでも少し若干なんかこういう曲がり方していますよね。それ好き好きですが、そうね。あまりこう やりすぎると、いまいちな感じがあるから、ちょっと直線的にやって、特にそういうところは正しいっていうのが特にない。ちょっと線細くなっちゃいましたけど、こんなもんすか？ありがとうございます。描いてくれた絵はこんな感じでした。私にとってプロポーション的にうまく描かれている。で、多分構図的なところで一応多分箱の上に座っていると腕がそんなに伸ばせないかもしれないので、ちょっと調整でこういう風に日野井さんがこの絵を描いてくれました。この1枚だけでいろんな勉強になっているんですが、まずは構図を変えました。そのもっと大きい箱に座っているようだと、ちゃんと同じポーズなのに腕が自然にサポートしてる。上半身の曲がり方はそんなに変わっていないんですが、こういう風に角度がついていると、私にとって今回の多分一番大事なレッスンは、サイドビューでも奥行きがあるような立体感がまだある絵を描くことも大切です。で、例えばサイドビューだけどこういう風に肩が両方見えて、あと耳も本当にサイドビューだったら耳は後ろにあるように描かなきゃいけないんですが、こういう風に少し角度をつけてこういう風に重なってるように。あとここら辺にまつげをピンって出すとさらにすごいね。これがサイドビューなのにこういう風にまつげを入れるとすごいね。あと本当に小さいディテールだけど、こういう風にこの後どういう風に色をつけることを意識しながら、こういう風につないだ線じゃなくてもこういう風に表現したら柔らかいし。どういう色をつけますか？ここら辺は特にね、で薄く上唇につけるとか、描くとしたら、それは、この場合はこの程度でいいと思いますよ。一応アニメーションの原画だったら
つなげなきゃいけないんですか？実線はつなげずに書いて、で色トレスでつなぎますね。で、私個人的に気になってたところで、アニメだと、現実、もしかしたら現実の写真を見ると必ずこういう曲がり方かもしれないが、アニメとか 2D イラストだと、直線とかこういう風に逆に曲がってる線とか、本当に正しいのが特にないし、好きなスタイルで描いてもいいかな。ほらアニメの場合だと高温な描き方になっちゃうけど、実際の横の目なんてこうじゃないですか。全然違う。そうね全然違いますね。 2D のいいところで、プロポーション的にちゃんと足の長さを測るっていうか、ちゃんと同じように見えることはも大事だし、あとこういう風に左足が右足の上にこういう風に足を組むときに結局ちょっと角度をつけますので、こういう風にこの足よりもこっちの足の上の方が見えてきますね。あとは服の描き方、シワちゃんと描いておいて、体がこういう風に曲がっているし、結局こっちの方にシワができますね。こっちもシワができると思うんですけど、これは生地の厚い服っていうのをイメージしてシワを入れてるんで、そうですね。服の生地によってシワの入れ方が全然変わりますね。で、最後に髪の描き方もさっき言ったように、これがはっきりこれの方が上に重なっているように、分かりやすく描いた方が後で色を塗る段階でもやりやすくなるし、髪の束を描く何かコツとかアドバイスとかありますか？前の絵と比べて日野井さんが描いたような髪がなんとなく健康的っていうか、イメージしかないですよね。いろんな作品があるから、それなりの髪質はあるでしょうね。特に正しくないわけはないし、もっと尖ったようなシャープな髪でも全然問題ないし、後ろに落ち着いてるポーズ描くときにちゃんと体の重さがサポートされてるところが見たいよね。この角度のこの手の形っていうのを覚えておくと後で役に立ちますよ。実際鏡とか映して自分の手を見てみるといいんですけど、こういう風に見えるんだっていうのがよくありますから。そうね、こうなってるかこうなってるか、どんなポーズしてるか、実際箱に座ってそれの方がポーズが分かりやすいのかな。最後にリサ・ウィーゾルさんに何かワンポイントアドバイスありますか？好きなもの書きゃいいんですよ。いいね。じゃあ、ありがとうございます。はい、どうも。このディスコードアドバイスシリーズに他の動画いっぱいあるので、ぜひ見てください。あとはチャンネル登録お願いします。そして自分も挑戦したければ、ぜひディスコードグループを無料で入れるから入って好きな絵を挑戦で描いてみて、投稿したらアドバイス動画にもなれるので、ぜひ見てください。挑戦してみてください。じゃあ、バイバイ。バイバイ。